アンモサ製作所です。興味を持っていただきありがとうございます。独り言が多いプラモ制作チャンネルです。気軽にコメントいただければと思います。今回は、リアルグレードのサザビーの赤を、3色でキャンディー塗装して作りたいと思います。大きい箱ですねー。私が最後に作成したリアルグレードのファーストガンダムと比べると倍以上ありそう。水転写式のデカールも準備しました。ランナーも結構ありますね。好きな機体だからなんとかなるでしょう。では作りましょう。このサザビーが登場する劇場版ガンダム逆襲のシャアは、リアルタイムで映画館で見たんですけど、その時から好きな機体です。ニューガンダムと並んで一番って感じなんですが、キャンディー塗装が似合いそうなサザビーを先に作ることにしました。リアルグレードってディテールも細かくてスタイルも良いので本当にすごいですよね。これを作るために他のガンプラ系の YouTuber を参考に見たんですが、はじめに全部ランナーからパーツを切り離すんですよね。私はパーツ探しに時間がかかりそうなので1個ずつ切りながら進めましたけど、何か良いことあるんですかね？常識なんですかね？謎です。すぐみが終わりました。一通り組んだ後にランナーを見ると2個パーツ余ってた。説明書見ると腕のこの辺のパーツでした。違和感がなく気づきませんでした。表面処理と加工です。今回はディテールアップは行わず基本的に既存モールドの筋彫りのみにしてます。キャンディー塗装を主としたいということもありますが、何より技術がない。はじめは考えてたんですけど既存モールド彫ってる段階で、もっと練習が必要と感じたので徐々に取り組むことにしました。話変わりますが、皆さん、塗装前にパーツの洗浄してますか？私は今回、超音波洗浄や水洗いなどはしてないです。歯ブラシと除電ブラシだけで塗装しましたけど、どうなんでしょうね。表面処理が終わったので塗装します。同じことの繰り返しなので大幅に割愛したいと思います。塗装は最初に黒パーツ、次にフレーム、そして最後に外装を塗ります。なるべく外装の前に練習したいだけです。フレームはこんな感じで、ある程度組んで塗装しました。今回は外装がメインでフレームは最小限の塗装にしてます。フレーム塗りましたが、艶ありすぎで違いがわからない。このまま行こうか、1日悩んで艶消しにして終了。外装パーツは多いので3回に分けて塗装です。リアルグレードなので仕方ないですが、パーツが多くてやっぱり大変です。外装は、最低でも下地の黒、メタリック層、カラークリア層、トップコードと4回塗ります。そしてデカールのあるパーツはさらに1、2層塗ります。そんな塗りを少しでも楽にと荒技習得。ファンネルの羽のような小さい部品だけになるけど3本同時に塗ります。指先スライドさせると裏表ひっくり返るので結構楽です。ファンネルの羽は本当に苦痛でしたよ。一旦、色に関しての塗装は完成。これが赤系のパーツすべてです。あれ、少なく見えます？こう並べるとあまり多くないようにも見える人もいるかもしれないけど。4回塗ってますから。では、
ここからデカール貼りです。これは作業量というより繊細なので神経使います。私はデカールの切り取りは、カッターナイフを使いましたが、皆さんはハサミ派？デカールの番号を残しつつ切り取るとき、ハサミだとバラバラになるので、私はカッターナイフを使いました。徐々にデカールシートが減っていくのが楽しくなるので私はカッター押しです。あと、デカール貼るときは両手が使いたいので、100均のクランプ使いました。このクランプは底が吸盤のようになっているので、ガラス板などのクランプを吸着させやすい板につけて使うと使いやすかったです。余計な水分取るときによくデカールをずらしてしまうんだけど、これは経験を積むしかないですね。デカール貼り終わったら塗装用の持ち手につけて乾燥させます。この後乾燥したパーツに再度クリアを塗る動画を撮りましたが、撮影角度が良くなく、塗装面も見えないのでカットしました。撮影もまだまだです。デカール貼り終わった後のクリア塗装が終わりました。どうでしょうか？全体的に綺麗に塗装できたんではないでしょうか。ザラザラしてなし地になっているパーツも何個かあるので、この後修正です。本体のすべてのパーツを並べてみました。ここまで来るとだいぶ、達成感感じれます。並べたパーツを説明書見ながら部位ごとに組み立てます。ここまで触っているとパーツの形状でどこのパーツがわかるんですが、組み立て順を間違えると入らなくなる部分もあるので、思い込みを捨てて組み立てます。今回はキャンディーということではめにくいかと思いましたが、見えないところを塗らないようにしていたので問題なく組むことができました。このパーツは表面処理の時、勢いよく磨いてたらポキって折れたんです。そんなに意識してたつもりはないんですが早く終わらせたい気持ちが、力になって折ってしまったんではないかと。なんとか目立たなく直せてよかった。内装は磨きなしでこのツヤ。腕パーツは結構お気に入りでこの腕のシリンダとリアスカートの一部だけは、アクセントとして塗り分けしました。各部位を組み立てたら、こんな感じです。ピカピカ。やっと最後の工程の組み立てです。表面が手で汚れないように手袋して組み立てます。組み立ててから拭けるんですが、拭きにくいので、この時は手袋はめて作業するのがいいと思いました。ヘッドパーツの物合いと額のカメラは、メタリック系で塗装するより反射しやすいので、リアルスティックデカールを貼ってます。サザビーの腰回りは、本当に特徴的なので組み立てても気持ちがいいです。デカールもデカールソフターを使ったおかげか、角が取れて滑らかになった気がします。塗ってないところがないので比較できないんですけどね。どこまで段差をなくせるかは試してみたい気もするけど、これでも十分満足。これで腰回りは完成です。こうやってパーツとかをグリグリと取り付けていると、折れるんじゃないかと思ったりしますが、接続部はマスキングして塗装しない方がいいですかね？次回どこかのタイミングで試してみようと思います。これで足の組み立ても終わって、本体の組み立ては終了です。このビットの羽のところは両面塗装するんですが、棒に両面テープで貼り付けて塗装すると、片面ずつの塗装になるので塗装も乾燥時間が2倍になります。なので、1個ずつ持ち手をつけて塗るのをおすすめします。
このバックパックの黒もキャンディ塗装してます。このメタリック層だけは、トライで調色したんですが、結果、ガンメタと変わらないような色で残念。調色で思い通りの色を作るのは難しいですね。これが黒ベースメタリック色です。プロペラントタンクは、色を変えたかったので、黒ベースメタリックにクリアを砂吹きして終わらせました。ツヤツヤばかりだと、単調なのでこうしましたが、良い感じになったと思います。今回、初めてのキャンディ塗装ということで結構、YouTube とかネット調べてトライしました。運が良かったのか、季節が良かったのか無難に塗り終えることができました。塗料と時間がそれなりにかかりますが、完成品の仕上がりはとても満足いくのではないかと思います。今思えば、こんな感じに塗装できると分かっていれば、もう少しフレームも塗り分けとかしたのにとちょっと後悔してます。とはいえ今後、MG のサザビーも作りたいと思ってるので、その時にリベンジしたいと思います。この頭をつけたら完成です。どうでしょうか？初めてにしてはよくできたと思いませんか？これでこれからもキャンディ塗装を続ける決心がつきました。次回作は何かはまだ決めてないですけどね。この動画を最後まで見ていただいて、ありがとうございます。これからも色々作成していく予定なので、また見に来てくれると嬉しいです。それではターンテーブル持ってないので、写真で終わります。ありがとうございました。